皆さんこんにちは。制作過程を3つの動画に分け完成までを収録しているプラモの時間へようこそ。今回の動画は新型フェアレディ Z の完成までをお届けいたします。早速まずはクリア塗装から。クリア塗装の工程は全部で3回。使用しているエアブラシはタミヤのスプレーワーク HG エアブラシワイドで、塗料はクレオスのスーパークリア3をガイアカラー薄め液で1対 1.5 に薄めて吹き付けています。塗装工程1工程目は少し遠目から塗料をボディ表面に対してふわっとのせるように吹き付け、2工程目は角部分から始め全体をまんべんなく塗装していき、2工程目と3工程目の間に2000番のペーパーヤスリで表面を整えておき、3工程目は仕上げで全体を塗料が垂れる寸前を目安に吹き付けていきます。万が一垂れてしまった場合はイソプロピルアルコールで塗装を落としやり直したり、リカバーに時間を取られるなど悲惨なことになりますので、慎重に塗装を行っていきます。次に取り出しを行っていきます。クリア塗装後十分に乾燥させた塗装面は一見ツヤがあるように見えますが、塗装面にはまだまだ凹凸が存在しています。この凹凸を消していく工程です。徐々にペーパーヤスリの番手を上げながら滑らかな面にしていくので、前のクリア塗装工程では逆算をし厚めに塗装をしています。取り出し工程としては3回の工程。1工程目は2000番のペーパーヤスリで水取りをしていきます。ツヤが出ているクリア塗装面のツヤを消していく感覚で水取り。2工程目、3工程目はそれぞれゴッドハンド製の紙ヤスを使い、それぞれ6000番、8000番と番手を上げつつ水取りをしていきます。表面の目安としては反射する景色が歪まない程度と考えているので、研いでは拭き取り確認を繰り返し表面を滑らかにしていきます。2000番から始めマットな面が徐々にツヤが出てきたことを確認し終了です。続いて鏡面仕上げの工程です。鏡面仕上げの工程としては3つの工程となります。シーフォース製のリトルーターに筋彫り銅のバフを取り付け作業を行っています。1工程目はタミヤコンパウンドの粗めで1周、表面を一皮剥くといった感覚で研磨していきます。1工程目で粗めのコンパウンドでは傷を消すことはできませんので、2工程目、3工程目につなぐ感覚で少しずつ傷を消しながらツヤを出していきます。2工程目はタミヤの再目で1周、3工程目はタミヤの仕上げ目で限りなく傷がなくなるよう意識しながら研磨していきます。万が一途中で角が出てしまったら慌てず残しておいたボディカラーなりでタッチアップ。バフが届きづらい奥まった箇所はタミヤの研磨クロスや綿棒などにコンパウンドをつけ磨いていきます。次にマスキングと塗装です。こちらのキットにはクリアパーツ類のマスキングシートが付属してあります。ウィンドウ類全般の表と裏面にヘッドライトテールカバーに対し貼り付けていきます。この手のマスキング処理をする際には角の部分からじっくりと貼り付けていくとうまく貼り付けられるでしょう。もしも納得がいかなかったら貼り直せば OK。フロントウィンドウの表面に関しては2分割されており非常に貼りやすい印象を受けました。マスキングシートを貼り付けたらセミグロスブラックを吹き付けていきます。
ついでに天井も塗装です。テールランプの塗装処理はクリアレッド指定箇所に対しシルバーを下地とし、アクリルのクリアレッドを筆で重ねたらエナメルブラックを全体に吹き付け、塗料が乾いたらエナメル溶剤を染み込ませた綿棒でクリアレッド部分を露出させました。マーカー類は裏面からエナメルシルバーを筆塗り、3D 出力したホイールはガンメタルにクリアブラウンを混ぜたブロンズで塗装し完了です。続いては灯火類へのデカールの貼り付けです。まずはフロントウィンドウへデカールを貼り付け、見える部分なのでしっかり空気と水分を筆で除去していきます。ルームランプまでもがデカールで再現されているのはプラモ魂を感じました。ハイマウントブレーキランプのデカールは細いのですがパーツにしっかり馴染むので形をじっくり見極めつつ貼り付けです。テールの LED 部分にもデカール処理をし、このキット最大の難関であろうヘッドライト部へ。非常に細かいデカールが4パートあり、LED 部とグレーアクセント部分に分かれています。真ん中のグレー部2つから貼り始め、LED 部上下の順で貼り付けていきました。次にウィンドウと外装パーツの取り付けです。シャシー合体までをまとめてみました。まずはウィンドウから。フロントはワイパーをカバーに取り付けたらウィンドウへ接着。そのままボディへ取り付けていきます。ウィンドウは全体的にマスキングテープなどで固定しつつ、セメダインハイグレード向け用接着剤で接着処理を行いました。ブラックでまとめられたディフューザー類、こちらをリア、フロント、サイドと取り付けていきます。裏面からセメダインハイグレード向け用接着剤で補強し完了。フロントバンパーへはカスタマイズプロト仕様のポイントでもある2分割されたグリルを接着。こちらは 3D で製作し塗装したもので、R 部分や取り付け部分もしっかり形にでき大満足です。フロントリアバンパーを取り付けたらルームミラー、サイドマーカー、リアテールを取り付けていきます。ミラーは3分割されたパーツで塗り分けを考えての構成かと思いますが、これがまたストレスなく組み上げることができて素晴らしい。サクサク組めるのでストレスフリーです。最後にヘッドライトパーツを組み込み、シャシーとの合体に備えます。最後に仕上げです。シャシーとボディを合体し、しばし幸せタイムへ。完成一歩手前あたりが非常に心地よく、制作開始前との答え合わせの時間でもある気がします。気づくと数十分眺めていたりすることも。そんな時間もつかの間、完成へと手を動かしていきます。3D で出力したブロンズ仕上げの現代版渡辺8スポークオマージュのホイールを取り付けです。しっかり各部サイズを測り製作したので、取り付けもスムーズで一発 OK。 残りのパーツをリアセクション、サイド、フロントと取り付けていきます。リアのテールがクリアパーツが入るとさらに立体的になり、とんでもなくかっこいい。近未来と過去の 32Z が融合しているようなテールです。このキットにはインレットマークも付属しているので、こちらもしっかり活用。リアスポイラーには付属のフェアレディ Z マークを、サイドはおそらく長谷川の 432R のものでしょうか。ジャンクパーツより余っていたインレットマークを。インレットマークの貼り付けですが、貼り付けたい部分を台紙からカットし、透明フィルムごと貼り付けたら、爪などでこすり、しっかりパーツにインレット部分を貼り付けたら、透明フィルムをゆっくり剥がしていきます。最後にピラーエンブレムとリアスポイラーを取り付けて
軽くタミヤのモデリングワックスで磨き完成です。子供のクリスマスプレゼントを買いに行ったはずが、模型コーナーでこの Z と目が合ってしまい、我慢できずに購入したタミヤの Z。もともと存在をリサーチ済みであったカスタマイズプロと、作るならこれ一択と照準を決め、手を動かし始めました。カスタムした点はフロントフェイスの形状変更。ここはプラザイトシアノンで作り込み、グリルは 3D で出力したものです。あとはホイール。こちらもネット画像を見つつ 3D で出力したもので、以前制作した 432R と同じブロンズ仕上げにしてみました。あとは何といっても特徴的なカラーリング。こちらも以前自身で制作した 432R のレシピをもとにノンメタリックで仕上げてあります。オレンジとブラックで過去の Z をオマージュした姿は、本家 432R と並べてみても全く古臭くなく、むしろ通常ラインナップとして販売されていそうなパッケージかと思いました。 S30 を踏襲したフロントに32をオマージュ進化させたリアパートは、往年の Z ファンはもちろんのこと、若い世代へのバトンメッセージにも受け取れます。今回はここまで。ご視聴いただきありがとうございました。